神社仏閣オンライン。よし、今日はビジネスと仏教について話していくぞ。その前に自己紹介から。私はゆずりはかおり、高校2年生です。あ、そうだったな。俺は霊獣の凪。俺たちはゲーム神仏ダッシュで一緒に冒険をする仲間なんだ。詳しくは概要欄のリンクから神仏ダッシュをチェックしてみてください。よし、じゃあ本題に戻るぞ。今回のテーマは自分とは仏教といえばのテーマだ。自分のやりたいことって何でしょう。他人からの自分のイメージと自分自身のイメージが違ったりもするし。今回の気づきカフェで一番の気づきはズバリこれだ。自分を知るのに他者を見るんですか。そう、少し噛み砕いて説明するぞ。例えば SNS を見ていて他人と自分のどっちが上かなんて考えてしまうことはないか。確かに自分の投稿と知らない人のキラキラした投稿を見比べて惨めな気分になることがあるかも。あるあるだな。でも他人と自分の比較自体は悪いことじゃないんだ。なぜなら他者の存在や視点は自分を顧みることにつながるからな。ここで大事なのがありの視点と鳥の視点だ。ありの視点と鳥の視点。そう、まずアリと鳥の違いは何だと思う？アリは地上にいて鳥は空にいるとかですか。確かにそうなんだが大事なのはその先だ。アリは自分の身の回りをよく見ることができ、鳥は全体を広く見渡すことができる。この2つはどちらかだけでは不十分なんだ。ずっと鳥の視点だと一つの物事を詳しく知ることができない。反対にずっとアリの視点だと一つの物事しか見えないので他のことがおろそかになってしまう。だからこそこの2つの視点を使い分けることによって自分自身の理解を深めることができるんだ。なるほど、視点を使い分ける。他にも自分を知るためにやるべきことはあるんでしょうか。もちろんだ。ここで今回の気づきカフェの参加者の声を聞いてみよう。自分を知るためにはまずいろんなことに挑戦することが大事。自分探しの沼にはまるよりまずは動いてみればいいのでは。書道を始めて楽しいと感じた経験が心の豊かさにつながった。書道は自己追求になりがちだが他人の視点を取り入れることも大切だと感じた。様々に行動し自分を模索しているうちに他者と関わって自分を見出したメンバーが多かったようだな。なるほど、他人の目線がないと気づきにくいものって意外とありますよね。得意なものとかもそうだし。好きなことは自分の主観で判断できるが得意なことは周りと自分を比較する必要があるからな。そっか、じゃあ得意なことを好きになれれば最高ですね。私も何か気づかないうちに能力を使ってないかな。どうだろうな。能力、とりあえず今回の気づきをおさらいしよう。まず今回の一番の気づき、自分とは何か、そのヒントは他者の中にある。そしてそのヒントを得るために必要なのが鳥の視点とアリの視点の使い分けなんだ。鳥の視点、第二の目みたいでなんかかっこいいですね。私もいろんな人を見ながら自分がどんな人かを知っていきたいです。第二の目、香り、さっきから妄想が多いな。それはもう自分で分かってますよ。そうなのか。とりあえず今日の動画はここまでだ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ぜひ他の動画も見ていってくださいね。また会いに来てほしいのだ。